実際余熱だけでもですね結構とろみってつくんですよ。このたらこのうまみがたっぷりと入るともうバランスのいいたらこパスタが完成します。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はたらこカルボナーラを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、たらこ、卵、生クリーム、海苔、大葉、白だしです。はい、それでは今日は皆さん大好きたらこを使ったパスタ料理を作っていきます。この前配信した動画でフルビオシェフとですね一緒にサイゼリヤで食事をした動画を撮ったんですけど、その中でですね一番たらこパスタをフルビオシェフが気に入ってくれていて、で僕もですねちょっと無性にたらこパスタ作りたくなったので、今日はカルボナーラ仕立てにしたたらこパスタをですねこれから早速作っていきます。はい、まずは今日はですね卵これ全卵2つ分使っていきます。で全卵2つ使ってですね卵感もしっかりと出していきます。でまずは全卵1個と、で和風パスタで卵黄は上にのせていきたいので、このソースのベースの方には卵白だけ加えます。で今ここに卵黄1卵白2の中にですね生クリーム60ぐらい、そして今日和風パスタの要の白だしです。白だしが10ぐらいです。でほんの少しだけ塩で、このベースを混ぜ合わせます。でこれベース混ぜるときはですね卵白がたくさん入っているので、ちょっとコシを切るようにしっかりと混ぜ合わせるのが今日ポイントです。で今だいぶいい感じに混ざったんですけど、こう、ホイッパーでも何でもこう上にこう上げた時にですねコシがちゃんと切れてる、糸のように垂れる状態でこのソースのベースが OK です。でこの卵のベースを1回こして、そうするとここに余分な卵白がここに残るので、そんな感じでこしていくとよりこう滑らかなソースができます。でこれは卵が入ってだしも入ったベースなので、要は茶碗蒸しのベースみたいな感じなので、プリンも同じでこう1回こしてあげるとソースとかですねこの舌触りが良くなります。たらこはですねソースと仕上げに使っていくので、まずは掃除をしていきます。で皮を剥いでいきます。ちょっとこう味見をして、臭みのある場合はオリーブオイルでマリネすると、その臭みがなくなるんですけど、今日はですねそうでもないのでもうこれで掃除は完了です。であとは今日カルボナーラ仕立てなんですけど、香りの部分和風のパスタなので香りの海苔がたっぷりと大葉ですね千切りにしていきます。はい、それではまず今日はパスタから茹でていきます。で今日は2リットルの中に 1.5% の塩が、入っている状態で、たらこクリームなのでフェットチーネとかですねタリアテッレとかも相性がとてもいいです。今日の和風パスタなんですけど、端的に言うと本当に簡単です。もうソースも今ベース作っちゃったので、基本的に生クリームが入ってるソースっていうのはもう火にかけたらすぐに固まってきちゃう。あとは今日卵白もたくさん入ってますし、卵も入ってるから固まりやすいので、もう麺が茹で上がった時に火を入れるっていう、仕上げに温める程度に加熱するだけのソースなのでとても簡単です。でそこにですねカルボナーラの要素を入れたんですけど、この卵とで通常は胡椒を使うんですけど、カルボナーラって炭焼き職人風っていう意味で、この灰が舞ったような状態がカルボナーラって言われていたので、黒胡椒じゃなくても黒くて、このなんか野菜の皮でもいいですけど、何でもこう黒っぽいものだったらカルボナーラ風っていう風に言えるので、今日はそこで和風にしたからこそですね大盛りの海苔をたっぷりとかけるっていうようなパスタ料理になってます。ではまだ麺がですね全然茹で上がり前なんですけど、このフライパンの中にこのクリームベース入れます。なので今日フライパンは本当に何でも大丈夫です。でちょっとカルボナーラの要素もあるので、黒胡椒じゃなくて白胡椒ちょっとで、この状態でも茹で上がりを待っていきます。
で茹で上げたパスタを入れると、ここで生クリーム系がですね、実際余熱だけでもですね結構とろみってつくんですよ。でこの段階で初めて火をつけてソースにとろみをつけていきます。この周りからですね固まっていくので、こう混ぜながら中から強火でも大丈夫ですね。で加熱していきます。そしたら最後にたらこを加えます。で残りのこれは仕上げに使っていきます。でたらこが入ったらできるだけこの粒を潰さないように優しく混ぜます。でこのベースがですね、洋風の茶碗蒸しじゃないですけど、少しだけ白だしが入って優しい味わいなので、そこの優しい味わいの中にこのたらこのうまみがたっぷりと入ると、もうバランスのいいたらこパスタが完成します。でとろみがくる目安はですね、こう中火で炊いてって混ぜていくとですね、ちょっと湯気が出てきます。湯気が出てくるととろみがつき始めるので、そしたら煽ります。で今ちょっと湯気上がってきました。そしたらですね、固まり始めるの早いです。煽ってですね、ちょっとこのソースに重みが出てきます。で麺にですね明らかにこう絡んだ状態になったので、これで盛り付け入ります。はい、これでたらこパスタの完成です。はい、いただきます。ちょっとたらこをのせ忘れちゃったんで、今こうのせます。で最初はこのトッピングはやらないでこのまま。美味しそうですね。これもうたらこ好きがたまらないパスタですね。チェーン店の味というか、すごいキャッチーな味わいが作れてて本当に美味しいです。で最初はベースを食べて、でここでまた濃厚な卵黄を崩して、あとは上のこの生のですねたらこもこう混ぜながら食べるともうたまらないですよ。これが和風パスタの醍醐味なのかなと思いますね。今日はですね、そもそも魚卵と卵なので相性が悪いわけがなくて本当に美味しいレシピなんですけど、卵黄を崩すことによってこのソースも多くなっているので、パンとかですねこう一緒に食べると最高ですね。あとですね、僕たまにパスタ料理で生クリームを使ったりするんですけど、コメント欄で、牛乳でもいいですかっていうのをいただいたりするんですけど、もちろんそれでも大丈夫ではあるんですけど、生クリームと牛乳って同じ白同士なので、仕上がりも同じになるんじゃないのって思われている方多いんですけど、実際この生クリームと牛乳は乳脂肪分が全然違うものなので、生クリームを使えば濃厚になるって言われている通り、とろみも本当につきやすい。さっきみたいに余熱ですぐとろみも乗ってくるんですけど、でも牛乳は乳脂肪分が少ないからこそとろみが全然つかないです。なので難易度が高いのはどっちかって言ったら牛乳がしゃばく仕上がっちゃうので、そこが生クリームと牛乳の違うところなのかなと思いますね。僕はですね、そもそも魚卵系のパスタ大好きで、たらこも明太子もいくらも本当に大好きなんですけど、中でこのたらこパスタとか明太子パスタって初めて食べたのが、もう今製造がなくなっちゃったんですけど、スパオっていうカップラーメンがあって、それの明太子パスタが初めて食べた時にですね、カップ麺でこんなに美味しいのが食べれるんだって言って感動したのが僕の明太子パスタの初めての体験なんですけど、皆さんの思い出のカップ麺あったらよかったらコメント欄で教えてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのたらこパスタなんですけど、子供から大人までみんな楽しめるパスタ料理になっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。